皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。今日は人魚のポーズを行っていきましょう。似たポーズに一本足の鳩のポーズというのがあるんですが、そのポーズとは骨盤の向きが違うので区別をして練習していきましょう。では始めていきます。ではまずは正座になっていきましょう。正座を作れたらお尻を右側にストーンと下ろしていきましょう。お姉さん座りになっていきます。ここから膝を左右に大きく広げていきましょう。右足を出していきます。この時の注意点は両方のお尻をしっかりとマットに下ろしていくことです。ではここから両手を組んで頭の後ろへ当てていきましょう。吸って背中を伸ばして吐く息で右肘を高く上げて視線も右肘側を見上げていきましょう。これがまず1つ目の軽減法になります。このままキープしていても大丈夫です。まだまだいける方はここから足をつけていきましょう。左手を使っていきます。左手を左足の下から足をすくい上げるように持っていきましょう。左膝を両膝が横一直線に並ぶように後ろに引いていきます。そして左手でこの左足をレバーを倒すように前にぐっと倒していきましょう。また左手を使って膝を曲げていきます。余裕があれば肘の内側に足をかけて、また頭の後ろで手をつないで右肘側を見上げていきましょう。ではゆっくりと手足をほどいていきます。お姉さん座りに戻ったら反対側も同じように行っていきましょう。ここからは軽減法を紹介していきます。用意するものはブロックとベルトです。どちらもなければもちろんいつものように大きいクッションだったりブランケット、またタオルなども代用できるので使ってみてください。まずブロックの使い方ですが、お尻の下に敷いて股関節の負担を減らしていきましょう。ブロックの上にお尻を乗せたらお姉さん座りで座って、またさっきと同じように膝を大きく広げていきましょう。左足が見えるくらい膝を大きく広げたら、この時しっかりと両方のお尻をブロックに下ろしていきます。お尻を両方下ろして背骨を立てるという感覚をここでしっかりと感じておきましょう。両手を組んで頭の後ろへ当てて、今度は左肘が高く上がっていきます。まずはこの状態で脇腹の伸びを感じてみましょう。次は大きな輪っかを使ったベルトを使って足を作っていきましょう。輪っかの端っこを足にかけたら手で輪っかを持っていきます。膝はまた両膝が横一直線になるように後ろに引いて、手はできるだけ足から遠ざけるように前に前に押し出していきます。伸ばしたいのは太ももの前側なので、太ももの前側が伸びるように手でしっかりと足を引っ張ってあげましょう。だんだん伸びが深まってくると、この輪っかを手繰り寄せて輪っかを小さくすることができると思います。だんだんと足と手を近づけていきましょう。手と足が近づいてきたらブロックを外して練習してみてください。ブロックが外れるとまた負荷がかかるので、ここからまたゆっくり深めていきましょう。このポーズでは脇腹の柔軟性と股関節を内側にひねっていく動き、そして太ももの前側の伸びが必要です。まずはお姉さん座りで座ることが苦手だった方は股関節を内側にねじっていく動きをするためにストレッチをしていきましょう。体育座りで座ってお尻の少し後ろに手をついていきましょう。ここから右足は体の真ん中に置いて、左足を右足の上にかけていきましょう。この状態で足を左側へ倒していきます。ここで大切なのは股関節を内側にひねるストレッチをしたいので、膝をなるべく床に近づけるように力を加えていきましょう。胸は正面にして手で床を押して背骨をできるだけまっすぐ伸ばすようにしてあげてください。気持ちよくほぐれたら反対側も行っていきます。また平和のポーズというヨガのポーズも股関節を内側にひねっていくポーズなので、今回は軽く紹介していきますが、また後々詳しい解説動画を出していきます。ぜひ参考にしてみてください。体育座りで座ったら手はお尻の少し後ろについていきます。足幅を大きく広げて、ここから膝を右側にしっかりと倒していきましょう。しっかりと床に下ろします。
できればかかとも蹴り出していきましょう。理想はかかとも膝も90度にしていきます。ここから後ろを向いていきましょう。では左手を前から回して右手の横についていきます。その場で吸って背中を伸ばして吐く息でツイストを深めていきましょう。手で床を横に押してあげるとさらにツイストが深まります。ツイストをしている間も膝を床にしっかりと下ろし続けてかかとも蹴り出すようにしていきましょう。同じように反対側も行いましょう。お姉さん座りでは座れるけど足を上げて折り曲げていく動き、そして両手を組んで頭の後ろで組んでいくという動きが難しいと感じた方は脇腹の伸びも必要ですが、太ももの前側の伸びが特に重要です。脇腹は側屈などをして伸ばしてあげるだけでも十分伸びてくれるんですが、太ももの前側はできれば三日月のポーズなどを練習してみてください。三日月のポーズに慣れてきたら今度は仰向けの英雄のポーズというのを行っていきましょう。仰向けのポーズなのでこれは寝る前にベッドで行ってあげると体もリラックスしていて伸びやすいです。詳しい解説動画は今後出していきますので、今日はポーズの方法だけを見ていきましょう。正座になったら膝から下を横に広げていきましょう。空いたスペースにお尻を下ろしていきます。膝とすね、足の甲はしっかりマットに下ろしておきましょう。これは割り座という座り姿勢です。ここから手を一歩ずつ後ろについて体を後ろに倒していきます。この状態でも太ももの前側が伸びると思います。この状態で痛気持ちいいと感じる方はここでキープしましょう。まだまだいける方は完全に背中をつけて仰向けになっていきます。このポーズが難しいと感じた方は両足をいっぺんにやるんじゃなくて片足ずつ行ってみてください。いかがでしたでしょうか。このポーズ実はすごく腰に負担がかかっていくポーズです。側屈、体を横に反らせる動きと後屈、体を後ろに反らせる動き、両方が腰にかかってきます。なので少しでも腰に痛みがあったり違和感がある方は軽減をしながら体の様子を見て深めてみてください。決して怪我のないように行っていきましょう。ではこの動画が分かりやすかった、参考になったよという方はいいねボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしております。胸の前で合掌していきましょう。この後の時間が皆様にとってより穏やかで素敵な時間となりますように。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。